それでは公方様におつなぎいたす。今しばらくご歓談のほどを。貴様はあの細川とやらをどう思う？あやつクエン。そうですか？確かに推しの強い人だなとは思いましたけど、どこか不審なところありましたっけ？虚祖動作、その全てが母様に習った武士の礼儀作法にのっとっているように思えましたが。見た目や振る舞いはそうでしょうが、そのうちは案外性悪猫のような人なのでしょう。そうなの？で、どうしてしのちゃんそんなことわかるの？あの方は言葉の端々で我らを脅しておられましたからね。クオン様の正体見破っておいでです。だからクエンと言ったのだ。わかんないです。いいよ。もうちょっと人の言動とか振る舞いに気を配ろうよ。ごめんコロちゃん。でもコロちゃん気づいてた？これでも一応ノブシの頭張ってたし、少しはね。しのちゃん、最初のことでしょ？ご名答。先ほど細川殿はこうおっしゃったのです。さすが尾張と美濃にまたがる長田の将の当主と。クオン様が偽名に使っている長田の将はそもそも名古屋南部にありますから、いきなり美濃という単語が出てくるのはおかしいのです。でも細川さんが長田の将の場所を知らなかったっていうこともありえるんちゃう？公方の知恵袋とでも言うべきおそば衆が畿内に近しく比較的豊沃な土地である尾張の将の場所を間違えるのは本来考えられないこと。幕府は武家の元締め、領地を与えたり没収したりすることがある以上、在所の特徴を覚えておくのは政務を取る上では必須の知識。たとえ今の幕府に力がなく実行することができなかったとしても、知識として覚えておくのは当然のことです。おそば衆である細川殿が長田の将の位置を間違えるはずがありません。しかも奴は我を当主と尊んだ。もし我が部屋住みであったなら人情沙汰になってもおかしくないほどの非礼だぞ。それをさらりとやってのけおった。クエン。すみません、私にも何が何だか。やれやれ、健介様にはそのあたりの常識から教えなければなりませんね。了解しました。どのような魂胆があるかはわからんが、奴には用心するに越したことはあるまい。いえいえ、別に魂胆などございませんよ。お茶が美味ですな。いつの間に。おや、ちゃんとお声掛けして入室したのですが。粗茶をお持ちした次第でして、どうぞどうぞ。いただきましょう。いやはや、破れふすまにかけ茶碗とはなかなかわびた風情でございますな。三郎殿が私を食えないと言ったところから、いやはやお、何やら庭の桜よりウグイスの歌声が風流風流。桜の季節はもう終わっておりますよ。というか、この庭のどこに桜があるのかと問いたい。小一時間問い詰めたいのですが。おう、ではそれがしの目の錯覚でございましょうか。
好きにうつつを抜かしているとついつい幻覚を見てしまうようでして。で、藤高とやら我のことを知ったとして何とするつもりだ？これはまた塚原牧伝先生並みに一刀両断ですな。柳相手に相撲を取るほど無駄なことはないからな。で、どうなのだ？今のところは特に何も。ただ公方様のおそば衆を自称する私としては今後のことを考え、各地方の有力者と懇意にしておく必要がございますれば。割に人を見ん。我は好かん。最初に言え。我を試すならば相応の覚悟を持っておくがよい。はっ。でもね、あの場でご正体を見抜いたならばおぜぜは置いていってくれました？織田家として正式に公方と話をしに来たわけではない。見抜かれていたらきびすを返しただろうな。でしょう。だからあの時は方便ということで一つ手を打っていただけますと助かるのですが、どうでございましょうかね。将軍様はそれほどお金にお困りなのですか？それはもう、まあでも毎日毎日街を練り歩いて悪漢どもから銭を巻き上げているらしいですが。何をブツブツ言っておる。いえいえ、こちらの話でございますよ。さて公方様との謁見につきましてはしきたり通りおそば衆たちと協議中でございますれば、今しばらくお待ちいただければと。それは構わんが、しきたりしきたりと町スズメのようにうるさいものなのだな、幕府というやつは。しきたりがなければ人の行動を制中するのにも苦労するでしょう。作法とは人を制御するための弁法であれば幕府としては無視できませんからな。はっきり言いますね。ですが同意しましょう。そういうものなんですかね。そう、それこそがまさに幕府という組織というわけで窮屈でございましょうが、礼儀作法にのっとった振る舞いをお願いできましたら。であるか。それにしても皆様はなかなか面白い組み合わせでございますな。織田殿はわかるとして、そのお連れが田楽狭間に舞い降りた天神と噂される男性が一人、信氏風が二人、田舎豪族の子息らしきお子様が一人、それに偉人ときた。おっこ、情報こそ弱小幕府を、ひいては公方様を守る最重要の要素ですから。それほど将軍様は今無力なのですか？それはもう日の本中の大名小名、それも格式確かな家柄から出来星まで、幕府のことなど眼中にもなく、至る所で喧嘩を追っ始めてやがりますからな。もともと足利幕府は初代の公方様が功ある豪族たちに大変気前よく領地を与えてしまったがため、いわゆる直轄地というものが大変少ない。治める土地が少ないということは実入りが少ない。実入りが少ないとなれば持てる力も限られる。力がなければ部下は勝手気ままに暴れてしまう。それが応仁から始まる乱の本質でございますよ。そんな。エーリカ、将軍についてなぜそれほどまでにこだわるのだ？それは。それではそれがしが穴井つかまつるであるか。あ、主殿に行く前に
公方様へお目見えできるのは三郎殿のみとさせていただきます。その他の方々は主殿の庭先にて平服を。良いですか？決して公方様のお顔を拝んではいけませんよ。小笠原か？は、室内は小笠原、室外では伊勢。それが幕府の定めた礼法でございますゆえ。であるか。一つ貴様に甘えたいのだが。ほう、私にでございますか？例えばどのような。この偉人にもお目見えの資格が欲しい。やれ。は、これはまた難儀をおっしゃる。しかし貴様は我に貸しを作りたいのであろう。良い機会をくれてやったのだがな。ほうほう、三郎殿も抜かしますな。補足しましょう。この方の母は美濃時源氏が末裔明智の血を継ぐ方。そうご記憶いただければ。明智の。ふむ。お子様の証言では不服でございますか？おや、これは手厳しい。しかし何事も本質がわからねば判断のしようがないのも事実でございましょう。しかり。では根拠である我が名を明かしましょう。我が名は竹中半兵衛重治。美濃不破軍を治める怒号でござれば、はるか昔時の親方にも先祖が仕えておりました。故に美濃の歴史に明るうございます。ふむふむ。その美濃の豪族殿が明智の末裔であると保証すると。わかり申した。では偉人殿は三郎殿のいとこという形で昇殿を許しましょう。いとこだと？三郎殿の奥方は美濃斎藤山城の娘と聞き及んでおります。まあ長女なのか次女なのかはそれがしの口からは言えませんが、三郎殿の奥方と明智は斎藤山城斎君お美濃方を通じて薄いながらも血族の間柄なればこそ、三郎殿のいとこと見てもまあまあ大きな間違いはないという建前があればなんとかなるでしょう。なんて強引な。絶対この人と敵対したくないよね。私たち絶対にかなわないよ、こんな腹黒い人。腹黒いとは失礼な。人よりほんのちょっとだけ臓腑がねじれて収まっているだけではありませんか。ゴロちゃん助けて、無理だから。構わん。承った。しかしあなたはどういたしましょう、田楽狭間の天神殿。ほう、あなた様の経歴ならば昇殿ぐらいは許されると思いますが。なるほど、面白いですな。これはやはり公方様には合わせられない。そういう意味ではありませんが、まあ良いでしょう。では三郎殿、主殿に案内つかまつる。であるか。では長田殿、明智殿は室内へ。それ以外の方は庭にて平服なされ。土下座ではなく平服ですよ、健介様。長田三郎という形ならば昇殿は許されません。そうですね。官位を持っていない私たちはお庭で平服か。クオン様がちょっぴり羨ましいな。官位なんて持ってない方が気楽だって。
名前にゴテゴテついててもなんかかっこ悪いしさ。コロちゃんならどんな怪異が合うかな。ハチスカってウジに合う怪異なんてあるのかな。ハチスカ左大臣コロちゃんとかどうかな。ならヒヨは木下右大臣ヒヨみたいな。なんだかちょっとだけ偉くなった気分だね。ほんとほんと。見るという行為は鬼人に対して慎むのが礼法とされていますからね。お目見えという言葉もその礼法から来ているんですよ。見るという行為を礼法に組み入れることによって見ることのできる人間を特別視する、または特別視されたと思わせるのが目的なのです。はあ、なんだか難しいですね、礼法って。いひひ、お頭と一緒、お頭と一緒。今の我らにはあまり必要はないでしょうが、クオン様のこれからを考えると他人事ではありませんからね。私たちも礼法の勉強をしないといけなくなるのかな。いえ、面倒そう。鬼人とは声を惜しむものだそうですよ。まあ正直バカらしいですけど、お偉方とお付き合いするには我慢して付き合っておかないと。健介様にとっては変かもしれませんが、我らはそれが普通ですから。私にとっては普通じゃないよ。礼法とかどうやって勉強すればいいのかわかんないもん。大丈夫大丈夫。私だって別に勉強したわけじゃないし、見よう見まねでやってるだけだから。待たせるということも上下の区別をつける重要な要素なんだそうです。時間の無駄も甚だしいですが。クオン様のご起床じゃ当然でしょうね。どうやら来たようですよ。足利残儀従三位左近上の中将源阿尊義輝様ご出山。下座に控えまするは尾張の国長田の将がご当主長田上総介と申す者。幕府への献上品として銅銭3000貫、鎧1両、刀剣3振り、絹100匹。首相なり。公方様よりのお褒めの言葉でござる。恐れ入り立て祭り、今後も慎んでご忠勤召されい。中金。これ問答は差し許さず平服なされ。アホらしい。クオン様の悪役がやっちゃった。やれやれ。長田殿、御前であるぞ。図が高い。お控えなさい。公方でもないものに頭を下げられるか。何を言うか。ここにおわすは正真正銘足利将軍に他ならん長田上総介無礼千番であるぞ。当代の公方は剣の達人という話を聞いていたが、ミスに入る時の足音などは
まるでタオヤメのように弱々しかったぞ。そんなものが公方であるはずがあるまい。のそこの小姓よ。一度そこな小姓と話がしたい。ふんふん、お仲間がおるか。用心が行き届いているようで何よりだ。気づくのが遅かったなら貴様の頭に穴が開いていたであろうよ。それぐらいは用心しておる。で、よいだろう。なかなか面白きやつだ。話をしてやろう。偉そうな言いざまだな。小姓の分際で。白々しいことだ。貴様も同じであろうに。ふん、お互い様ということか。藤高、水をあげい。しかし。よい。よい。お姉様。双葉、代役大義である。後ほど呼ぶ。今は下がっていなさい。はい。長田の場所を変えるぞ。よいな。であるか。一体何が何だか。お二人はどこかに消えていかれましたが、私たちはどうすればよいのでしょう。見つかりましたか。抜け目がありませんな。はて、何のことやら。なんと卑怯な。何でもお聞きくだされ。この藤高、喜んで口を割って信ぜますぞ。変わり身早っ。幕府の財布事情を考えれば、たとえ罵られようがバカにされようが、おぜぜは大事でありますれば。しかしさすがにこの場でお話はできかねますな。ひとまず先ほどの客室にてお待ちいただけませんか。それがしは後ほど伺いますので。あら、信じていらっしゃらない。なるほど。しかし武士に二言はありませんぞ。うまいことをおっしゃる。嬉しいのですか。なるほど。なかなか人を使うのがお上手なようで。そこまで頼られたのならば人として答えざるを得ませんな。ありがとうですか。その笑顔で一体何人の女を食い物にしたのやら。私よりも食えない人が私ごときを食えないと評するなどもってのほかと言いたいですな。そういうことを臆面もなくさらりと言ってしまうところが、煮ても焼いても炊いてもつけても毒抜きしても食えないというのですよ。でも的を置いてますよね。心の底から同意したい気分です。仲の良い主従で羨ましい。では今は客室にお戻りを。事態を把握した後すぐにお伺いいたしましょう。